廃車の危機から蘇り、再生へのステージが整った我々のバス。失ったベッドとマルチルームの復旧に向けて造作を進めるのだが、あえて失敗という道を選ぶことにした。キャンピングカーの DIY において陥りがちな完成後に次々と湧き出る不満。取り返しのつかない事態を回避すべく、あえて作り込まず未完成のまま旅に出る。改善点を浮き彫りにし、熟成を極め、本番に備える。DIY だからこそ成し得る奥義を見届けるのです。どうぞ最後までご覧ください。ザ・つかさんファミリー。さあ、今回はですね、前回新しく敷き詰めました床板の上にね、新しい造作の方を行っていこうかなと思います。テーマはね、あえての失敗。キャンピングカーをね、作るときに皆さん、完成した後の自分たちの使い方、ライフスタイルを想像してね、いろいろ設計して作るかと思うんですけどもね、いざ完成した時に使ってみましてね、やっぱこうじゃなかったなとか、思ってたのと違ったな。まあ失敗というにはちょっと大げさなんですけどもね、ここはこうしておけばよかったなっていうことあるかと思うんですよ。でね、今回私持っている造作はですね、ちょっとね、複雑な部分がありましてね、おそらく最初から作り込んでしまっても、やっぱり後で不満点が出てくるかなというふうな予想ができましたんで、あえてね、ある程度適当なサイズ感で作りましてね、今回年末年始トリップ行くんですけども、そこでね、得た経験を踏まえて、次の本番の時にね、もう少しその熟成をさせるために、今回その足がかりとしてね、試験的に造作を行っていこうかなというふうに考えております。今回木をメインで組んでいくんですけどもね、これらの木材で、胴体を作りましてね、まずは高床式ですね。高床のベース、そのベースを作りまして、その上にね、マルチルームとかベッドとか、そのあたりもね、造作していこうと思います。今回はその高床式の床ですかね。そのまず失敗の第一歩を行っていきます。つかさんちイメージとしてはね、柱とこの大引きを接合しましてね、でその上に狙をあると。そんな感じですね。あとこの壁側はね、少し今考え中なんでね、大引きの方は取り付けしておりませんけどね。一旦この状態で狙を組んでます。いったぞつかさんちさあ、ということでね、このように、縦方向に見えます大引きの役割を果たすね。もともと真柱というものを使ってますけども、縦方向の大引きと、あと横方向に見えます根太ですね。これを貼り終えました。ただね、この左右の両サイド、こちらにもね、大引きと同じような役割を果たすものが必要になりますけども、これね、一晩考えましてね、どのようにするか結論が出ました。純正のね、この内装のパネル、これを固定するためにね、なんていうんですかね、これ、クリップのような、こういうものでね、何箇所か止められているんですけども、そのうちのいくつかはですね、このように、M8 のボルト、これを止められるようなね、ネジが切ってある穴があるんですよ。ナットが溶接してあるようなね、感じなんですけどもね、このような形で何箇所かございますので、このボルトを利用しましてね、ここに大引きに変わるような、骨組みを組んでいこうかなと思います。つかさんち大引きになるこのね、木材を、このサイドに貼り付けをしていきたいんですけどもね、このホイールハウスが出っ張りがありますんで、もう少しね、これを避けたいんですよ。なので、これを避けられるようにね、少しここをアーチを描くように、切り抜いてやりたいなと思います。アウトラインを描きます。およそね、30ミリほど避けたいんで、多分これでね、いけると思うんですけど、これで。
これで、いけるでしょう。反対側もね、同様に。これでいいですね。つかさんち。カットしました。この大引きの代わりですね。これを、こう、位置合わせをするんですけどね。この位置合わせの方法ですよ。方法。寸法を合わせまして、あとぶん殴ると、これでね、反対側についても合わせまして、ね、ぶん殴ると、これ見えますかね。ボルトの跡が、マッチのね、仕込み済みのボルトの頭がね、このような感じで転写されましたんで、ここをね、ここを穴開けていくと、これでいきます。10ミリで開けていきます。ボルトのね、頭をこの木材の面よりも下に奥にね、下げたかったんでね、ドアピットでね、ボルトの頭をかけようと思ったんですけどね、チューブ作りますか。これで。ガイド。まあいい感じですね。よっしゃ、OK ですね。つかさんち。これ寸法合ってたらいいんですけどね。合ってなかったらどうしましょうね。止めちゃいましょう。仮止めを。まあいい感じですね。まだね、ボルト全部止めてないですけどね。いい感じですね。反対側についても、これで OK でしょう。つかさんち。値段をね、貼り終えまして、左右の大引きの方をね、駐車帯の方に取り付けは完了したんですけどね。さあ、この後ですよ。左右の大引きに対して値段をどのように接合するかなんですけどね。まあ、これはね、予想はしていたんですけどね。まあ、ちょっと、あまり本来使いたくない L 字の使い方をね、せないかんかなと思うんですけど。まあ、今回ね、相手の失敗ってことなんでね。まあ、今回の、失敗を教訓にね、次回からの本番でね、もう少し実に近いものを作っていこうかなと思うんですけどね。まあ、足がかりとは言いつつもね、まあ、ある程度再利用できるものはね、使いたいなとは思いますので、そういうのに関してはね、次の、本番の時もね、使おうかなと思ってますのでね、このネタとかね、センターのあたりのものは多分全部作り替えます。作り替えますけどね。もう今日30分下旬でね、めちゃくちゃ寒いんですよ。でもその寒いところで、ね、食べるラーメン、特別ですね。つかさんち。ぱっと見ね、綺麗に腫れているようには見えるんですけど、このね、ネタ、この横方向のネタね、これ全部ね、同じ寸法で最初切り出したんですけど、やっぱりね、後方に行くに従ってボディがね、こう絞ってましてね、この幅がね、異なってました。前の方のね、だから比べますとね、後方2センチぐらいね、長さが違ってましたんでね、後で微調整とかもろもろ
行いましてね。まあなんとかね、収まりました。あとね、この大引きとこの値段とのこの接合なんですけどね。まあこれがね、ちょっと問題ですね。まあとりあえず今回はね、まああえての失敗ということで、このね、L 字のアングルでね、まあこの形で、まあ接合しようかなと思います。まあ本来ね、この使い方最悪なんですけどね、まあ高重量5にはまあかけれませんけどね。まあ今回はとりあえず完成形をね、見たいのでね、これを使います。ダメな例としてね、見ておいてくださればと思いますけどね。まあ当然ですけどね、ここ荷重かかったらね、釘が抜ける方向にしかこれ働きませんのでね、こんな L 字の使い方、最悪ですけどね。まあ今回これでいきます。あえてね。つかさんち。まずはね、カットしなくてもいいこの板をね、先に押しちゃいます。こんな感じですね。あとは、左ですね。こちらちょっとカット必要になりますんでね、カットして並べていきます。さあ、ということで、再び、ジグソーで。さあ、いきますか。予想はしてたんですけどね、合板の後方の方はね、重なってましてね、収まってないんですけども、前方の方は、2センチ以上ですかね、隙間が空いてしまってますね。まあ、値段の寸法も、やっぱり後方に行くに従ってね、短くなってましたんでね。まあ、当然の結果なんですけど、少し微調整をしましてね、板を収めていきましょう。さあ、皆さん、ご覧くださいよ。後方のね、少し干渉していた部分、調整しましてね、左右ともに、まあ、そこそこね、いい感じのクリアランスで収まっております。一応ね、これ歩行しましてもね、なんだ問題なく動けますんで、私の体重でもね、一応耐えうる床となっております。さあ、今回ね、この元々の床板、ここから 250mm ね、かさ上げした状態で、この床をね、作ってみまして、さあ、さらにね、この上に造作を行っていくんですけどもね、この床の板の方は固定は今回行いません。あくまでもね、仮になりますんで、まあ、さらにこの上に造作を行うんですけどもね、年末年始の旅終えまして、まあ、この床が今自分たちのライフスタイルに合っているのかどうか見極めましてね、この高さは変える可能性がありますんでね、まあ、今回これで相手の失敗、仮の床が完成ということで、本日の動画はね、ここで終了としたいと思います。つかさんち。ザ・つかさんファミリー。動画の公開の方はね、年明けてると思いますけどね、本日は DIY できる週末の年内最終でございます。基本的な部分できましたんで、私80キロ乗りましてもね、こういう風にブルーティーさんのポタレンフォーメーションが完成でございます。ご覧くださいよ。やはり値段もね、この後方に行くに従ってね、横幅が狭くなっておりましたので、この当然ですけどね、後半の方も、前方の方は隙間がありますけども、後方に行くに従ってね、隙間がなく、このような形でね、10ミリぐらいですかね、重なっており、収まりません。微調整していきますかね。